パリの街で事件発生。王子と天使が一緒にいるとそこはもう素敵な世界。とっても仲良しで公認カップルなのでは。ヒョンジンとフィリックスのデートの様子を覗き見していきます。個性が輝くストレイキッズのメンバーの中でもひときわ眩しいヒョンジンとフィリックス。2人ともタイプの違う中性的なお顔立ちで、かっこいいけれども綺麗も似合う素晴らしきお星様です。ストレイキッズを構成するラチャの中でダンスラチャとして活躍している2人ですが、ヒョンジンは王子様、フィリックスは天使とも呼ばれています。このタイプの違うイケメン、本当にありがたい。ステイからはヒョンリクスという受け身名で呼ばれ、あまりの仲の良さに定期的に付き合ってるという話題が上がります。ヒョンジンとフィリックス、カップルリングをつけているので付き合ってると言われても仕方ないんですよね。ネックレスだったり他にもお揃いがたっぷりあるので、ステイはそれを見るたびにマジで付き合ってるなと思ってしまったりするのです。なぜそう思うかって言ったら、ヒョンジンとフィリックス、コンテンツだけではなくステイとのファンミーティングや音楽番組などでもお揃いをつけて平然と現れるのです。新しいお揃いを見つけるとペアリングかな、結婚指輪かなと戸惑うくらいには、ヒョンジンとフィリックスは当たり前のように指輪を見せてくれます。ステイもお揃いにしたくなってしまいますよね。これだけでももう公認カップルと言っても過言ではないとしは思うのですが、皆様はいかがでしょう。今回は2人のとっても仲良しな様子にカップルやんと大きくうなずいてしまうかもしれないヒョンジンとフィリックスの公開デートの様子をお伝えしていこうと思います。2人のデートはストレイキッズがヘッドライナーとして参加したフランス・パリで開催された音楽フェスロラパルーサパリ2023での様子を収めたスキズトーカーシーズン4エピソード3の中で公開されています。サムネからこのイケ散らかしたヒョンジン、ごちそうさまです。冒頭はスンミンが飛行機の中で Vlog 風に新しい髪型を披露してくれるところから始まります。ステイがちょうど好きなスタイルですよね。運よくわかってますね、スンミンさん。この男、キム・スンミンは危険です。温泉のようなゆったりした魅力が深くてたまらないのでお気をつけください。パリに到着して早速現れました。カメラ大好きヒョンジンさん。後ろ姿でもイケメンオーラがビシビシと伝わってきますよね。この日はハンと街に繰り出したのですが、パリへの旅では大事件が発生しました。ファン・ヒョンジンさん眉ピアス開けちゃってる事件。空港で披露されたその姿にステイは大変戸惑いました。本物かフェイクか確証を持てないし、このタイミングでどうして。かっこいいのでいいのですけれどもね。ちなみにヒョンジンは眉ピアスを開けた理由を、朝目を開けたら新しい変化が欲しかったので、今日何かしないとと思って歩いていたら、衝動的にピアスのショップに行って開けますと言って開けましたとお話ししてくれています。今はもう閉じてしまったので恋しくなるくらいですが、今回のデートはピアスがある貴重な期間でもあるので、ぜひご堪能ください。それにしてもお口いっぱいにピザを含んで可愛らしい美味しさが表情で伝わってきます。お口いっぱいに含んでもぐもぐするキッズといえば、この方ハンジソンさんもかなりの沼ですのでお気をつけくださいね。さあお待たせしました。オーストラリアぶりヒョンジンとフィリックスの公開デート開始です。パリに着いた翌日、それは突然始まりました。ヒョンジンとフィリックスのデートは目的地に行く前にパン屋さんに入るところからスタートです。仲良く楽しく過ごすためには先に空腹を満たすことも大切ですからね。フィリックスは朝食を済ませてきたのですが、あまりにも美味しそうなパンを見てすごいと釘付け。ヒョンジンはたくさんのパンを購入し、ダブルエスプレッソを手にパン屋を後にしたのですが、起きて朝食もとっていない状態でこのビジュアル、さすがとしか言いようがありません。パンの持ち方もカップの持ち方も王子です。外で待っていたフィリックスはヒョンジンに「おいしそう、何?」と尋ねます。あれ、フィリタンお腹いっぱいなんじゃないのかな。まあこんなおしゃれにパン屋から出てくるヒョンジン効果もあって気になるのは仕方ないか。移動用の車に戻り、ヒョンジンのモッパンタイムがスタートするのですが、そこでもピリタンおいしそうが出ちゃいます。いやそれはそう、このバケット本当においしそう。バケットを食べながらヒョンジンさんお得意のこの表情、8の字眉毛が完売。ヒョンジンがモッパンする時の8の字眉毛のファンなステイの方はぜひ挙手を。この日ヒョンジンは1年ぶりに日焼け止めクリームを塗ったのに、パリでは小雨が降り始めました。塗った意味がないねとバケットを頬張りながら話すヒョンジンさん。あまり塗る習慣がないので習慣にしなきゃともおっしゃってましたが、塗らずにこの美肌を保てているの素晴らしい。移動をしながら続くヒョンジンのモッパンと、なんとも穏やかな和やかな日焼け止めトークがスタート。フ
フィリックスは日焼け止めを塗ると乾燥し、ヒョンジンはオイリーになるそうで、アイドルたるものお肌の管理も大変なのだなぁと思っていた次の瞬間、フィリックスがついに動きました。一口ちょうだい。どんな味か気になる。そう言ってヒョンジンのバケットに手を伸ばしたのです。日焼け止めクリームからのこの流れはヒョンジンも予想できなかったようでこの表情です。しかしながらフィリックスのことを天使、妖精、ベイビーと様々な愛情を込めて呼ぶヒョンジンですから、フィリックスの言動が可愛かったに違いありません。もしかしたらちょっとだけマジと思ったかもしれませんが、何度も美味しそうと言っていたフィリックスがこんなにも幸せそうにバケットを食べてくれたら、可愛すぎるだろ早く言ってくれたらよかったのにくらいは思っていそうな気がします。そうであってほしい。今回ヒョンジンとフィリックスが訪れたのはオルセイ美術館。以前も一緒に来た思い出の場所です。前回来た時は行列だったようなのですが、今回は人も少なかったようで、ちょっと嬉しそうに思い出を振り返りながら歩き始めます。美味しそうの連発から一口ちょうだいとヒョンジンからバケットを分けてもらった可愛らしい天使四牧さんですが、オルセイ美術館では率先してヒョンジンをエスコートします。流暢な英語でチケット売り場を確認するフィリックス。素敵。無事にチケットを購入したヒョンジンとフィリックスは仲良くオルセイ美術館の館内へ。残念ながら館内の様子はこちらでは拝見できませんが、歴史ある芸術を浴びたヒョンジンとフィリックスがきっと素敵な感想をステイに聞かせてくれるはず。だってこんなに可愛らしい表情で帰ってきてますから、フィリックスさんきっといい刺激になったのでしょうね。手も振ってくれて気分も上昇してご機嫌といったところでしょうけど、ヒョンジンさん何やら神妙な表情。あれどうやら様子がおかしいです。顔を覆ってどうしたのでしょう。感動したというよりはやらかしたっていう様子ですね。美術館で何をやらかしたのかなっていうか、フィリックス笑顔が可愛すぎるな。全く何が起きたか話そうとするヒョンジンの様子に洗ってはいけないと思ったのか口元を隠すフィリックスですが、目元では隠せていませんね。ヒョンジンが4ボギガーと話し始めたのですが、すぐフィリックスはこんなストーリーですとまだ動揺している様子のヒョンジンに代わって説明を始めてくれました。絵がすごく好きなヒョンジンにこんな機会はないからとフィリックスは息子カード使ってとクレジットカードを貸したそうです。そうしたらその1分後、ヒョンジンはフィリックスのクレジットカードをなくしました。いやいやピリタン、そんな笑顔で話すことではないよ。クレジットカードだよ。そもそも自分以外の人に貸していいものではないような。いやよく韓国ドラマとかではあるし、とはいえどう見ても楽しそうなんですけどピリタン。結局フィリックスのクレジットカードは行方不明になりましたが、それでも幸いにお支払いができてよかったよかった本当に。って天使ピリタンが言うならステイもよかったねってなってしまいますよね。なくした瞬間見てみたかったななんても思いますが、美術館での事件の後、ヒョンジンとフィリックスは食事の様子をステイたちに公開してくれました。パン屋から美術館、そして食事、デートコースが過ぎます。今日はたくさん写真を撮ってきました。ヒョンジンの写真の中に本当に綺麗に撮れた写真があって、自分が撮った写真ではなくヒョンジンの撮った写真を褒めるフィリックスさん。どうしよう、ヒョンジンのこと大好きすぎるんじゃない。さっきクレジットカードなくされたばかりなのにと思ったのもつかの間、フィリックスはどうやら自分が撮ったヒョンジンの素敵さをアピールしたかったようです。ヒョンジンとフィリックスはお互いを異常なほどに褒めます。もう見ているこっちが恥ずかしくなるくらいに褒めちぎるのです。何をしても肯定しちゃうし、他のキッズたちがちゃちゃを入れればそんなことないと言わぬばかりに互いの良いところを最大限に強調します。端的に言うならば結婚してますと取り乱すところでしたが、ヒョンジンとフィリックスはとにかくお互いを認め合える素敵な関係なのです。ヒョンジンもフィリックスもカメラが大好きでよく写真を撮っているのですが、互いに専属カメラマンと言ってもいいくらいに取り合いをします。互いに任せれば自分のいいところをカメラに収めてくれるという信頼があるのでしょう。なのでお互いのビジュアル的にもいいところを知り尽くしているのでしょう。パリでも素敵な写真を撮れたようで気象を見せてくれたのですが、なかなか近くには寄せてくれません。隣にいる格好画角的に見切れているヒョンジンさんはしっかりと液晶に映る自分を確認しているっていうのに、そして次の瞬間ヒョンジンに何度も美味しそうといいバケットを一口もらい、息子と呼びクレジットカードを貸してはなくされても幸せを歌う天使イフィリックス・ヨンボクさんからの素敵な一言。ステイ見えないでしょ。こういうのなんていうか知ってますか。そうです、マウントです。
僕は最高にかっこいいヒョンジンを撮ることができるし、ヒョンジンもそれを認めてるし、なんなら僕のことも素敵に撮ってくれるんですけどどうです？どやっていうやつですよ。すぐに後でアップしますって言ってくれたけど、隣のヒョンジンも嬉しそうでもう食事の合間には撮影会が開催されました。お互いにモデルとなってカメラで撮り合うヒョンリクス、尊さを極めています。液晶越しのキリタンも天使、パリデートの一部はヒョンジン、フィリックスどもにインスタグラムで公開してくれているのですが、この時の写真はどこにあるのでしょう。引き続き調査していきます。いかがでしたでしょうか。カップルやんとうなずいてしまう場面もあったかと思いますが、ヒョンジンとフィリックスの信頼関係の深さがよりお伝えできていれば幸いです。今後も様々な角度からヒョンリクス、そしてキッズたちの魅力をお伝えしていきたいと思います。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。